暑いです。4日目の朝です。今日はですね、いよいよ正山寺山越えです。最初の辺の転がし、最後まで頑張りたいと思います。あいにくの雨ですが、午後には上がる予定なので気合い入れて行ってきます。頑張るぞ。はい、登山口に着きました。行ってきます。頑張ります。もう普通に山道やな。今日はしゃめちゃくちゃでかいカエルおっためちゃくちゃでかいカエルおった。最初の方はまだ余裕あると思うので、今のうちに動画撮っときます。結構普通に山道ですね。いい感じの滝があったんで、今度チャンネル登録者数達成したら、1万人達成したら、あそこで滝行したいと思います階段きつい。徳島市内が見えるところまで来ました。まだまだ10キロあります。頑張ります。だいぶ登ったんですけど、今一回ちょっとこういうなだらかでちょっと下ってます。歩きやすい。下ってますって言ったら直後登り始めたはい、もうめっちゃ山の中で、もうすぐ横は崖なので、道の幅は十分あるけど、だいぶ気をつけて歩かんといかんと思います。ふう。だいぶ上に来ました。街が見えます。雨はまだ止まないんですけど、今ね、地図で見てみたら5分の1ぐらいかな5分の1ぐらい多分進みました。まだまだこれからよね。こんなんもうもののけ姫やって。きつい。折り返して真ん中まで来ました。流水庵休憩所です。おにぎりを持たせてくださったので食べて、あと半分頑張りたいと思います。おいしい、おいしいよ。おいしすぎて千尋になりそう。吐くからおにぎりもらった千尋になりそう今。ってマジでそれぐらい美味しい。めっちゃしんどかった。お大師様の像があります。一本杉。次の休憩所に来ました。さっきの流水庵からここまでの道、もうずっと舗装されてないの来たんやけど、めっちゃしんどい。
むっちゃしんどい。お大師様。すげえ。頑張ろう。ちょっと報われた気がする。不思議なものでさ、ここまで来たんやなって感じがします。ありがとうございます。もうさ、全部に意味がある。すごいよね。サッジの一本杉。しばらく下ってます。下りはやっぱり息が切れなくて、ちょっと足元は悪いんやけど息が切れない。坂道、階段が本当にやっぱきついです。一番さっきの上り道が一番心折れるかと思った。なんかちょっと北里に戻ってきてた感じがしてほっとしてます。開放感、涼しくて気持ちいいです。雲の中にいる。あとちょっと頑張るぞー。面白い。こんなお家の中をこんな感じで下っていくの。なんかここめっちゃ好き。ジブリみたいやん。うわー、綺麗。日が差してきた。お魚を泳いでます。遍路転がし6分の6やって、遍路転がし6分の6を見て泣きそうです、私今。あとちょっとだ、頑張ります。最後の登り道きついらしいけん頑張る。最後まで行ってくるぜ。これもう崖やん。かろうじてロープついてるわ。ほぼ崖です、ここ。最後の道さ、もうさ、見て、石もうね、足場がこんな感じ。石です。ところどころもうロープ使って登るようなところもありますが、頑張ります。頑張りまする。あと1キロのところまで来ました。あとちょっと。あと1キロです。もう1キロです。帰ってきたくても帰ってこれません、この平路道には。いやー、ちょっと思ったよりきつかったです。ここまでの道が本当に自然のままというか、風化でちょっと道になってるぐらいのレベルなので、私足首柔らかいからいいんやけど、靴めっちゃ大事やし、グリって足になりがちやと思うわ。あと1キロです。泣いても笑ってもあと1キロです。頑張ります。ラストスパート。霧がだいぶ深くなってきました。コート脱いだら、レインコート脱いだらめちゃめちゃ涼しい。今までサウナ状態で上がってきてたんやな。開けたし、なんかお寺の雰囲気出てきたよ。あとちょっとなんやろか。もうすぐなのか。頂山寺温度460メートル。着いたよ。まだやけど。430メートル。奥の院1430メートル。もう行けません。
感動です。山道じゃない。あー嬉しい。お疲れ様です。お疲れ様です。本当にお疲れ様です。なんか不動明様かっこいい。めっちゃかっこいい。ででいやん、すごい雰囲気だよ。ほら、霧が立ち込めてめっちゃ綺麗です。ゾウさんに乗ってます。こちらは地蔵菩薩様です。私の推し菩薩様です弥勒菩薩様。ちょっとこの余裕感が、手が綺麗でかっこいい。岩の上にいらっしゃいます。景色が変わってきました。はい、第12番札所正山寺です。着きました。やったー。レモン三郎さんがお大師様に会えたところがここだそうです。やばい、なんか鳥肌立ってきた。やばー。あなたはもう許されてますよってお大師様が言ったところですね。よかった、ここ来れてよかった。通りたかったです。遍路発祥のきっかけで言われてるところですね。はい、正山寺参拝終わって、ちょっとねバスの時間が近づいてるので急いで降りてきました。ギリギリになると危ないのでタクシーとバスで次のお宿に向かいます。そこにあるすだち庵さんっていうところに泊まりたかったんやけど、今日なんとお休みで、いろいろ他の近くの1時間半とか2時間とか歩いたら着くようなお宿も電話しまくったんですけど、いっぱいあったり今日お休みやったりっていうので近くで泊まれなかったので、次の第2寺までかなり距離ある予定やったんやけど、そこをちょっとバスで移動して第2寺のそばのお宿に泊めさせていただくことにしました。バスで40分ぐらいの距離なので、その分ねちょっとカットしちゃうんですけど、そこは歩きたかったなって気持ちなんやけど、とりあえずお宿見つかったので、泊まるとこないはいかんので、そこに向かっていきたいと思います。もう今日はあとタクシー乗ってバス乗るだけという、もうここまで1時間ぐらい降りてきたかな。もうほんとひたすら遍路道も通ったけど、そんなにね苦しくなかった。やっぱ下りやから。無事遍路転がし乗り換えましたー。イエーイワンちゃんも一緒に回ってるんですか？眠たいかわいい。
道迷ったりするし、そうそうなんでこんなことしてるの確かに多分この次もうちょっと経ったら思いそうやなと思いながら、まだ今は新しい感覚なんで楽しいです。書いて半年したらね、うんまた歩いてますよ。四国病地にね、そういうふうにね、やっぱり魅力があるんだよ。この道がね、今から1200年も昔からね、いろんな人がどんな思い背負って歩いたかと思ったら感動しない。感動します。はい、こんばんは。歩き遍路4日目の夜です。今日は最大の難所、正山寺をなんとかクリアしました。今まででってまだ始まったばっかりなんですけど、本当に結構人生の中で一番って結構言えるぐらいきつかったです。終わりが本当に見えなかったし、一歩一歩がしんどいし、でももう入山したらあとは歩くだけなんですよね。もう進まないと終わんないし、立ち止まってても仕方ないけん、もうほんととにかく一歩踏み出すしかないっていう状況で、でもすごいなんかそれに意義を感じたというか、なんか人生も一緒で、何かとね考えすぎて立ち止まりがちな性格なんやけど、どんな小さな一歩でも何でも進まんと終わらんし、進まんと進まんっていうか、それをすごく感じました。歩くことによって。山道は楽しかった。私はすごく鹿がおったりもしたし、結構でっかいのしてたね。何の声かわからない鳴き声がしたりとか、カニさんがずっとねピースして応援してくれてるんですけど、手のひらぐらいのカエルめっちゃおったな。着物もいたっていうのもそうやし、今日はねほとんど霧やったんやけど、本当に綺麗で空気が澄んでて、それも本当に素敵やった。やっぱ改めてこの自然が好きやなって思ったし、やっぱ頂上に行った時の感動というか、登ってきたわーっていうのがね、本当にあれは忘れられない経験になりましたね。いやー、久しぶりにちょっと込み上げてくるものがあったというか、今もちょっとなんかうるうるしてきてるぐらいなんですけど、とにかく達成感で、その先にある、お大師様がね途中におったりとかするんやけど、こう仏様とかお大師様の像の目がさ、すごい優しく見えるというか、よく来たねって言ってくれてるような、ほんと見守ってくれてるような感覚になりました。いや、ほんと泣きそうなんか泣きそうなんですけど、いやめっちゃ辛かったよ正直。マジで心折れるかと思った。本当に一歩一歩がしんどくて、ほんでねやっぱ一人なんで心細さももちろんあるし、今回ね歩き遍路正直誰一人として遍路道で出会わなかったんですよね。なんで本当に孤独な時間でもあったんやけど、すごくまだこの感覚を言語化はできないんですよ。できないなと、まだ足んないと思う。多分もうちょっと回らないと、なんで歩くのかというか、歩いて何が得られるのかというか、なんかみたいなものはまだ言語化できないなって思うけど、今すごく心が動いてるっていうのはそれだけ全力でできたということだし、で自分にとってすごくねいい経験になったなって。ほんととにかくめっちゃしんどかったけど、今ほんと心から来てよかったって思ってます。でこの今日泊まらせてもらってる旅館さんでご飯食べる時に、もうお昼何回も何週目か忘れたぐらい回られてる方とかいらっしゃって、横浜に住んでる方なんですけど、その本当にいろんな話聞かせてもらって、お遍路は何周回ったから偉いとかそういうもんじゃなくて、本当ね私も感じました。その方も言ってたんですけど、いかに自分がちっぽけであるか、お遍路で言ったら1200年あるさ歴史軸の中で、いかにごく一部、米粒のような、ごま粒のような一瞬を生きているかで、私たちの一歩一歩がどんだけ小さな一歩なのかというか、なんかそういうものをねすごく感じさせられるんですよね、お遍路って。いろんな人間が発展してきた中で失ってきたもの、車で移動できるようになったり、デジタル化とか AI 化とか今進んでますけど、そういうのが進んでいく中でたくさん時間ができて労力も削減されてっていうことが現代で行われてるけども、それと同時に大事なものを失っていってる
でこれが何かって正直私もまだ言語化できないし、これから言語化できるのかは正直わからないけど、その失いかけてるものがこの四国の地域とかお寺とか山にはあって、で人間ってやっぱりそこに立ち返るんやろうなっていうのはすごく自分も思ってるから実感しましたね。なんかめっちゃ語ってしまってるんやけどこれ全部聞いてくれてる方いるかなって感じやけど、とにかくすごい今日一日振り返るとね、じんわり本当に良かったです。すごく達成感を感じてます。ずっと泣きそうです今ずっと泣きそうです。とにかく本当に今日一日良かったです。明日からもまたお昼を楽しんで頑張りたいと思います。おやすみなさい。